議長の指名により回答を申し上げます。人が取り組むことですので、ミスは起きると、それらを総合的になくしていけるように、一つ一つ現場で向き合いながら、私自身も汗をかいて取り組んでまいりたいと存じます。支えていただく多くの皆様に還元、恩返しを続けていくとともに、母国日本がもっと元気になったら大変嬉しく思っております。いい車作りに終わりはないと思っています。決議事項のご説明に先立ちまして、この度の認証問題について、お客様と株主の皆様にご心配、ご迷惑をおかけしておりますこと、心よりお詫び申し上げます。日本国内における認証制度は、主に安全と環境の分野において、ルールに沿った測定方法で定められた基準を達成していることを確認する制度でございます。認証試験で基準を達成して初めて車を量産、販売することが可能になりますが、今回の問題は、正しい認証プロセスを踏まずに量産、販売してしまった点にございます。現在、トヨタグループ各社の事案も含めまして、会長の豊田がグループの責任者として先頭に立って、現場に根ざした改善の取り組みを進めております。私も会長とともに、現場で再発防止にしっかりと取り組んでまいります。新しい事案ということで皆様にはご心配をかけておりますけれども、過去10年ということの今回の調査指示、これは私たち少しもしかすると遅れたのかもしれませんけれども、もう一度10年間しっかり振り返ってみよう。そして当時はできてなかったけど今できているところや、当時もできていなかったんだけども今ももしかすると危ないのかもしれない、こういったところをですね、資料やデータだけをただ見るのではなくて、本当にいろんなメンバーと現場に行ってですね、経営もマネジメントも実務の現場も一緒になってヒアリングをしながら、どんなそのやり方をしているんだっていうことを一つ一つやってまいったのがこの3ヶ月間4ヶ月間でございます。我々まだまだ足りてないところもたくさんあるかもしれませんが、一つ一つ現場会社一体となって今後も問題をちゃんと解決していけるように、そしてもしも見つけたときには今回のようにしっかりと皆さんにお示しし、そして真摯に素直に謙虚にその改善に取り組んでまいりたいというふうに思っております。この認証の問題につきましては、多面的に取り組んでいく必要があると思っております。会長が先頭に立ってまず根っこの風土の改革に取り組んでいます。これは本当に大変な時間のかかることだと思います。しっかりと言いたいことが言える環境にしていくこと、正しい仕事が手順通りできるようにしていくこと、いつ完璧にできるということがなかなか申し上げにくいですが、しかし絶対にやっていかなければいけない取り組みだと思っています。でその上で、流出を防止するという観点の取り組みもこれ必要だと考えています。組織的な問題や仕組みの部分で止められる部分はすぐさま手を入れていくべきだということです。特に現場はやはり複雑になっております認証の手続きに関して必死に取り組んでいる部分はございます。それでも人が取り組むことですのでミスは起きるということですので、それらを総合的になくしていけるように一つ一つ現場で向き合いながら、私自身も汗をかいて取り組んでまいりたいと存じます。当社は商品と地域を軸とした経営を通じまして幸せの量産を図りながら事業基盤の強化を進めてまいっております。各国各地域でのありがとうと言い合える関係とともに、世界でトヨタ車をご愛顧いただいています1億人のお客様、そして100万人にまで増えました株主の皆様の長きにわたるご声援のおかげで、今日まで当社は持続的に成長できたと思っております。この間に当社の連結従業員は6万人増えております。日本の平均年収に換算しますと、年間で3000億円ほどの新たな還元を生むことができましたし、当社株に対する評価も上げていただき、現在50兆円近い時価総額となっております。改めて皆様のご支援に深く感謝申し上げます。
ご指摘いただきましたとおり、先期の連結の業績は、売上が45兆円、営業利益が5兆円でしたので、その差額の40兆円が仕入れ先の皆様への部品代、設備代としてお払いした金額、そして従業員、さらびに株主の皆様への還元、さらには納税という形で国や地域に還元させていただいた金額が主なものとなってまいります。自動車産業は大変裾野が広い産業と言われておりまして、その経済波及効果は 2.5 倍と言われております。最終的に100兆円近い経済波及効果に貢献できたというふうに我々考えております。また、日本の GDP が低迷を続ける中、トヨタの還元額は3倍にまで伸びてきております。トヨタが頑張り、さらに成長していくことで、支えていただく多くの皆様に還元、恩返しを続けていくとともに、母国日本がもっと元気になったら大変嬉しく思っております。長い目線で付き合ってトヨタを応援してよかったと言っていただけるようなトヨタらしい成長と還元を今後とも頑張って目指していきますので、引き続きの応援をどうぞよろしくお願いを申し上げます。ただいまいただきましたご質問につきましては、このウーブンシティのプロジェクトのオーナー、創業メンバーである会長の豊田よりご回答申し上げたいというふうに存じます。豊田でございます。議長の指名により回答申し上げます。議長の指名を受けるのは14年ぶりでございますので、こんな緊張する場だなと改めて感じております。ただいま議長の方から、創業メンバーの一人というふうに言われましたけれども、実はウーブンシティの考え方というのは、かつて関東自動車の一人の従業員の質問から成り立ったわけでございます。関東自動車の東宇治工場を閉めさせていただくということを決定しましたときに、この先この工場はどうなるんでしょうかという不安を関東自動車の従業員は非常に多く不安を抱えておりました。そんな時、私が現地に赴き、工場従業員全員の前で思いを語っていた時に、思わず言葉に出たのが、ここを未来のテストコースにしたいということを申し上げたわけであります。来年にはですね、大規工事が進むということでございますが、ウーブンシティは更地の上にできるのではなくて、半世紀にわたり自動車産業、地域のために働いた仲間の情熱の歴史の上に立つ町だというふうに思います。そういう意味では車屋のたちの夢の後です。で、ウーブンシティが未来のことをこれから未来の人たちが一緒になって仲間と共に考え、悩み失敗しながら挑戦をし続けてほしいと私は思っております。そして私自身は根っからの車屋でございますので、車屋から見た私を驚かしてくれるような新たなモビリティがこの町から生まれてくることを期待しております。ウーブンシティという、その未来への投資、これは決して正解があるから進んでいるわけではなく、今の行動が未来の景色を変えるんだろうということの思いで、若い人たちが中心となってやっております。この日本でも未来づくりできるよということをトヨタ示したいんです。ですからぜひともですね、株主の皆様のご支援、ご理解、応援よろしくお願いしたいというふうに思います。私の車開発に対する思いを少しお話ししたいと思います。私がこの会社に入って長らく車を開発してきましたが、会長のトヨタがもっといい車を作ろうよ、その地域一番の車を作ろうよ、そんな思いを投げかけたところが大きな変化点だったとつくづく感じております。それまでは機能ごとの組織でした。工場は作りやすい車を作ろうよ、経理は儲かる車を作ろうよ、そんな機能別の組織だったような気がします。しかしいい車を作ろうよという投げかけをもらったときに、いい車って何だろうって全員で考えました。同時にカンパニー性というものがスタートして、自分は商用車だけを考えていく、自分はレクサスだけを考えていく、
自分はコンパクトカーだけを考えていく、そんな商品に集中した結果、地域の皆さんに喜んでいただけるような車が少しずつできてきたんじゃないかなと思います。今のプリウスは会長からはですね、ハイブリッドはもう一般的になってきたし、もうコモディティになってきたし、タクシー専用車でいいんじゃないの、そんなような意見をいただきました。一方、私たち開発陣はハイブリッドが熟成してきたからこそプリウスにしかできないもっといい車作りがあるんじゃないかと、それにチャレンジしたいというような、ある意味議論やある意味喧嘩じゃないですけども、そんな中で仕上がってきた車を最後見ていただいて、これがみんなが作りたいんだったら作っていこうよ、そんな会話をトップと実務のメンバーが会話をできる、そんな会社にいい車作りを通じて変わってきたなというふうに思ってきております。いい車作りに終わりはないと思っています。皆様がもっとトヨタの車を喜んでいただける、待っていてよかったと言っていただけるような車を全社一丸となって引き続き作っていきたいというふうに思っております。我々マルチパスウェイということでさまざまな燃料に取り組んでおります。合成燃料、それからバイオ燃料といったさまざまな燃料もうまく使いこなしながら、それから電気の力とうまく組み合わせてハイブリッド、プラグインハイブリッド、こういったものも世界中の皆様の状況に合わせて使っていくことで、早くカーボンニュートラルを広い範囲で広げていくことができるというふうに信じて今進めております。例えばバイオ燃料と言われています穀物からブラジルなどで作るエタノールというのがありますが、実はすでに日本でもこのエタノールというのはある割合でガソリンの中に混ざって使われております。このあたりはしっかり燃料業界の方々とも相談しながら徐々に増やしていくということも検討していくことができると思います。それから水素についてもですね、本当にステーションというのは一つ大きな課題で、これとセットでないとやはり我々進めていけません。我々燃料電池という水素を電気に変えて走る燃料電池という技術を持っておりまして、こちらで未来という世界初の量産型の燃料電池の自動車を今作らせていただいています。大型トラックですとか商用車にも今使う範囲を広げてステーションもどんどん普及していけるような姿を作っていきたいというふうに思いますので、これを花とミツバチの関係という形にしてみんなで将来のカーボンニュートラルに広げていけるようにしっかり皆様と協力して進めていきたいというふうに思いますので、何卒ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。企業がやはり持続的に成長していくためには、従業員一人一人が個性を生かしながら明るく楽しく元気に仕事に専念できる、そんな環境の整備が大変重要であるというふうに思っております。年齢ですとか性別を超え、またハンディキャップを持った方も含めてですね、ダイバーシティに活躍していただけるような働きやすい環境に向けまして、トイレや寮社宅の拡充、また女性従業員だけでなく男性従業員の育児休暇の取得の促進、さらには車の設計構造ですとか生産ラインの工程見直しによりまして作業負荷を低減するような、そんな取り組みを進めていっております。一方で自動車産業は大変裾野が広い産業ですので、この労働力確保の問題は我々だけではなくて仕入れ先を含めた産業全体の課題であるというふうに思っております。産業全体の魅力を上げて、ぜひですね550万人の仲間になりたいと思っていただけるような、そういうところまで目指しまして、仕入れ先の1時、2時、3時、4時といったところまでですね、深くこの賃上げの効果を浸透させていく、そんなことを意識して現在取り組みを進めております。トヨタは人は宝、従業員は家族というふうに思っております。また自動車産業の未来はトヨタだけでは作れません。多くの皆様と一緒に未来を作っていきたい、そんな思いでおります。そのためにも産業全体で技能と技術を伝承し、これからも日本のものづくりをしっかりと発展させていく、そんなためにも人への投資をしっかりと進めていきたいと思いますので、引き続きのご支援よろしくお願いを申し上げます。いかがでしょうかと言われてもどうお答えしたらいいのかではございますが、私自身2010年のリコール問題の時に、トヨタの責任者として、
過去、現在、未来の責任を背負う、そう覚悟を決め、現在に至っております。あれから14年が経ちましたけれども、今まだトヨタおよびトヨタグループの責任者はこの私だと思っております。ガバナンスと申しますことをちょっと勉強してみますと、統治、支配、管理を意味する言葉なんですが、その語源は船の舵を取り導くという意味だそうでございます。私自身が考えますガバナンスとは、支配や管理ではなく、一人一人が自ら考え動くことができる現場を作ること、それに尽きると思っております。しかしながら私の存在や行動というのは陰性とか道楽とか言われてしまいます。陰性についてこれまた調べてみますと、御三条天皇が摂関政治からの脱却を図るために、働き盛りのうちに上位されたことがそもそもの始まりだったとものの本には書いてあります。今陰性と言いますと老害のようなネガティブなイメージがありますけれども、本来の陰性はむしろ新しい時代を切り開く気概に満ちたものである、ということはぜひ皆さんも分かっていただきたいと思います。私が常々佐藤社長をはじめとする執行メンバーに言っておりますのは、責任を取るのはこの自分、決めて実行するのは執行メンバー、いつでもどんなことでも相談に乗るよということを言っております。私が執行メンバーの後工程になり、物事を決めたり修正したりつもりは一切ございません。そうではなく、私が前工程としていろいろな相談に乗ることで、私の失敗体験を糧にし、若い執行メンバーが思い切って決断し、自らの成長につなげてほしい、そう願っております。それを陰性と言われるんであれば、私は喜んで陰性をしたいというふうに思っております。私がグループビジョンを作成いたしましたのは、トヨタグループという船団のガバナンス、舵を取るためでございます。私たちが未来に向かって進むためには、目指すべき方向を示し、働く人たちが迷った時に立ち戻る場所を作ること、すなわちビジョンが必要だと考えました。道楽とは道を楽しむと書きます。次の道を発明しよう。このビジョンを開示とし、私自身が責任者として正しいものづくりを行い、モビリティカンパニーの変革を目指すトヨタグループの航海をリードいたしますので、株主の皆様には、なお一層執行メンバーともに、全員で未来づくりをやっておりますので、ぜひ新しいトヨタ自動車応援いただきようよろしくお願いをしたいと思います。これで回答を終わります。